年金、もっともらえるはずだった。その額は、月額約 3.5 万円。2年間で、約83万円。本当は、もらえるはずだったお金。でも、制度を知らなかったから、申請をしなかったから、もらえなかった。気づいた時には、もう遅い。遡って支給されることはない。あなたは、この年金の存在を知っていますか？夫は、今年67歳。定年を迎え、厚生年金の受給が始まってから2年。妻の私は、63歳。若い頃から専業主婦で、パートにも出ていない。現実は厳しかった。年金は、2人で月12万円台。家賃を払えば、残りはわずか。電気代や食費すら、ためらうようになった。医者に行くのも、ためらう日が増えた。私は高血圧を抱えていたが、病院代も節約していた。贅沢なんて言わないから。せめて、普通に、暮らしたい。口にはしないが、そう思っていた。そんな時だった。もらえるはずだったお金、の話が、耳に入ったのは。ある日、私たちは市役所の年金窓口を訪れていた。その帰り際、職員がこう言った。奥様、65歳未満ですか？でしたら、下級年金の対象かもしれませんね。下級、年金。初めて聞く言葉だった。下級年金。それは、厚生年金を受け取る人に、扶養する配偶者や子供がいるとき、金額が上乗せされる制度。しかも、年金の本体に加算される数少ない増額制度だ。配偶者の場合、条件は、1、年金受給者本人が厚生年金に20年以上加入していること。2、配偶者本人が65歳未満であること。3、配偶者と生計同一関係にあること。4、配偶者の前年の年収が850万円未満であること。5、配偶者が老齢厚生年金などの受給権を有してないこと。この5つの条件をすべて満たせば、下級年金の支給対象となる。今回のケースであれば、年額41万5900円。月額にして約3万4658円が年金に加算される。ただし、自動では支給されない。自分から申請しなければもらえない。そんな制度、知らなかった。職員は続けた。よくあるんですよ。対象なのに請求されてない方、多いです。本当は、年金の最低請求の時に一緒に出しておくのが一般的なんですけど。最低請求。それは、年金をもらうための最初の手続き。実は、厚生年金の最低請求書の中に、下級年金の申請項目は存在する。でも、そこにあるのは、難解な専門用語と、わずかなチェック欄。下級年金って何ですか？そう質問する人がいても、窓口で丁寧に説明されるとは限らない。しかも、この制度には、時効も、訴求も、原則ない。知った時には、すでに手遅れ。その現実を、後から知る人が、あまりにも多いのだ。実際、下級年金の申請漏れは多く、この問題は国会でも指摘されている。申請してれば、2年前からもらえてたってこと。65歳になるまでって、私、来月で64歳になるわ。過去の2年分はもらえないの。下級年金の支給開始は、申請した月の翌月から。つまり、過去には遡れない。たとえ、2年前から条件を満たしていたとしても、申請が遅れれば、その分は、もう受け取れない。
知らなかったという理由では取り戻せないのがルールなのだ。彼らは月額約 3.5 万円、2年間で約83万円を取り逃していた。誰も教えてくれない。でも知ってたらもらえた。それがこの国の制度の現実だ。知らなかったでは済まされない。損するのはいつも知らなかった側だ。もっと早く知ってれば。誰か教えてくれたら。二人で暮らす小さな部屋。節約ばかりの夕食と冷えた空気。そこにあったのは無知の代償という現実だった。制度は冷たい。でも制度を知ることで自分を、家族を守ることができるかもしれない。月額約 3.5 万円。もう少し美味しいご飯を食べられたかもしれない。我慢せず医者にかかることができたかもしれない。その額はあまりにも大きい。下級年金。それは知っている人だけがもらえる年金。あなたはもらえるはずのお金取りこぼしていませんか？